はい、皆さんこんにちは。シルバーミッドフェレットの銀子です。黒猫のみゆうです。今回はプラセボ効果とノセボ効果の話をするよ。プラセボってあれでしょ？騙されて聞いた気になるやつ。はい、開始3秒で略式判決。開幕から裁判始まってて草。有罪なのはプラセボじゃなくて、その雑な理解の方ね。プラセボをただの気のせいで片付けると、大事なところを見落とす。そこなんだよね。気のせいって言われると、痛みとか辛さまで雑に扱われた感じがする。それ思い込みでしょって言われると、もう話を閉じられた感じがしてさ。だから最初に分ける。今回の話は、症状は気のせいだって話じゃない。症状や体感は本物。その上で、説明や期待や文脈が体感に混ざることもある。症状を疑うんじゃなくて、症状に混ざる条件を見るってこと？その言い方がかなり近い。ここを分けるのは今回の入り口。今回はまず、プラセボがただの気のせいではないことを見て、その後ノセボ、つまり説明が毒になる場合を見て、最後に日常でどう使うかまで持っていく。前半で仕組み、後半で使い方って感じだね。第1章、プラセボは騙され効果だけじゃない。まず、プラセボって何なの？ざっくり言うと、薬の有効成分が入っていないものでも、期待や文脈によって体感が変わることがある現象だね。結局、偽物でも効くって話じゃないの？そこで止まるとちょっと雑。薬の中身だけじゃなくて、渡され方まで脳が飲んでる感じ。飲み物の範囲、広すぎない？脳は成分表だけ読むほど律儀じゃないんだよ。説明も読む、雰囲気も読む、過去の経験まで勝手に引っ張ってくる。つまり、薬そのものだけじゃなくて、効きそうって空気にも体が反応するってこと？プラセボは騙される弱さというより、文脈まで読む脳の仕様として見た方がいい。例えば、前に聞いた薬、病院の先生の白衣、説明のされ方、待合室の空気、そういう周辺情報を脳は勝手に手がかりとして使う。中身だけじゃなくて、経験の履歴まで読んでるんだ。その結果、脳内薬事審査会の資料請求が多すぎるんだよ。審査会のくせに雑で草。でもさ、そう言うと、信じれば治るみたいな方向に行きそうで怖い。その方向に行くと、自己啓発の中床につけ込まれる。例えの湿度が高い。信じれば治る、ではない。期待や説明が、体感や行動に影響することがある。そのくらいに置く。ここを広めすぎると、研究じゃなくて、願望の増改築になる。増改築って言うと聞こえはいいけど、それ、違法建築寄りじゃない？放っておくと、脳内が空論城みたいになる。願望を増築して空論城にするな。第2章、偽薬だと知っていても、反応することがある。偽薬って知ってたら、さすがに効かなそうだけど。普通はそう思うよね。そこで出てくるのは、テッド・カプチャック氏とアンソニー・レムボ氏の2010年の研究。カタカナが急に増えた。眠くなるところだけど、研究の足場だから理解だけ置くね。足場が研究所の標本棚みたいで、ちょっと不安。この研究では、IBS、つまり過敏性腸症候群の人たちを対象にしている。過敏性腸症候群って何？ざっくり言うと、お腹の痛みや張り、下痢や便秘みたいな症状が続いて、生活に影響する状態だね。検査で大きな傷や炎症が見えるタイプとは限らない。でも、だからといって気のせいではない。見えにくいけど、本人は実際に辛いってこと？ IBS は、日常をじわじわ邪魔する。そういうタイプの辛さとして語られることが多い。だから、症状の強さや安心感が少し変わるだけでも、生活の負担は変わる可能性がある。症状は本物。そこを雑に気のせい扱いすると、現場で即判決、執行までやり始める。魔女裁判多すぎない？だから、症状を疑うんじゃなくて、症状に混ざる条件を見る。で、この研究では、偽薬だと正直に説明した上で、プラセボを渡した。
偽物ってバラしてるの？そこが面白い。騙していない。しかも、これはプラセボですと説明している。それでも、何もしないグループより症状の改善が報告された。もちろん、これは短期間の研究だし、人数もものすごく多いわけじゃない。だから、これ一本で世界の真理ですみたいに、神棚へ置かない。研究を神棚に置いたら、もう論文じゃなくてお札じゃん。じゃあ、偽薬で IBS が治ったってこと？はい、待った。そこ、すぐ処刑台を組まない。違うの？この研究で見たいのは、偽薬で病気が治るかじゃない。騙さなくても、説明、儀式、関係性、期待みたいな文脈が、症状の感じ方に関わることがある、というところ。薬の中身だけじゃなくて、安心できる手順みたいなものも体感に混ざるんだ。ここが面白いところ。第3章。でも、何でも効くわけじゃない。ここまで聞くと、プラセボすごいじゃんって思っちゃうけど、そこで調子に乗ると、自己啓発スライダーに足を取られる。そのスライダー、多分乗った瞬間に終わるやつ。2025年に、ヨハネス・フェンデル氏と、カール・キアシュ氏のメタ分析が出ている。メタ分析って、研究をまとめてみるやつだよね。うん。オープンラベルプラセボ。つまり、偽薬だと明かしたプラセボの研究をまとめてみたもの。そこでは、全体として小さいけど、意味のある効果が報告されている。ただし、大事なのはここから。自己報告の結果では、効果が出やすい一方で、客観的な指標では、はっきりした差は確認されていない。自己報告と客観的な指標？例えば、自分で感じる痛みや辛さと、検査や測定で見える変化は、分けて考える必要がある。体感には影響することがある。でも、病気そのものが消えるって話ではないんだ。例えば、辛さは少し軽くなった。動ける気がする。眠りやすい。そういう体験の変化は大事。でも、検査で見える変化とは別物として扱う。どっちが本物かじゃなくて、種類が違うんだね。その通り、体感は軽視しない。でも、体感だけで全部を決めない。そこまで分けられれば、かなり見やすくなる。聞くことがあるから、何でも治るまでの距離は、アトランティスから群馬くらいある。どっちも場所が謎で、距離感がわからないんだけど。つまり、プラセボは万能薬じゃない。体感、注意、行動に影響する条件として見る。そこを分けると、怪しい話になりにくいね。第4章、ノセボ。説明は毒にもなる。ノセボって、プラセボの悪い版？かなりざっくり言えばそう。悪い予測や怖い説明は、体感や行動に悪い方向で影響することがある。2024年のルアナコロカ氏のレビューでも、言葉による示唆、過去の悪い経験、他人の悪い結果を見ること、そういう文脈がノセボに関わると整理されている。特に、専門家っぽい人の一言は強い。大丈夫と言われて安心することもあれば、危ないと言われて固まることもある。言葉そのものが体の警戒スイッチに触る感じか。それ、検索して安心したいのに、検索するほど怖くなるやつだ。もちろん、副作用を確認すること自体は悪くない。問題は、終わりを決めずに読み続けること。すると脳内で、副作用御朱印帳が開かれる。御朱印帳？頭痛、眠気、胃の違和感、だるさ、気になる症状を見つけるたびに、心の信用をしていく。それもう参拝じゃなくて、不安の収集癖じゃん。本人はスタンプラリー感覚で、満願成就を目指し始める。御朱印帳をスタンプラリー扱いするな。心理学っぽく言えば、確証バイアスや、注意の偏りが混ざってくる。怖いと思ったら、怖い情報ばかり目に入る感じか。だから検索前に、何を見たら閉じるかを決めておく。副作用を確認するのはいいけど、御朱印帳を完成させに行かない。その通り。満願成就は目指さなくて大丈夫。最後まで御朱印帳の扱いが雑。その証拠集めが、悪い予測を強めていく。ちょっとした違和感まで、これ副作用かもって見張り始める感じか。怖い説明、
悪い予測、注意過敏、体感の増幅。この流れが起きることもある。ノセボってネガティブな人が悪いって話じゃないんだね。違う。不安な人を責める話じゃない。悪い予測が作られる条件を見る話。不安って親切な顔で毒瓶を差し出してくる時があるからね。怖いけどちょっとわかるのが嫌。第5章、日常で使う自分に渡す説明を変える。じゃあ普段はどう使えばいいの？まず自分を騙す必要はない。嘘っぽいポジティブは脳に見抜かれる。確かに私なら前向きになれば大丈夫って言われたらそっとじする。その反応は健康判定の基準が謎すぎる。大事なのは嘘じゃない範囲で言い換えること。例えばどうせ続かないではなく、続くサイズまで小さくする。根性で続けるんじゃなくて失敗しにくい大きさにするんだ。これをやると痛くなるではなく、安全範囲を探す実験をする。痛みを無視するんじゃなくてどこまでなら大丈夫か確認するってことだね。副作用が出たらどうしようではなく、何を確認したら検索を終わるか決める。終わりを決めない検索って確かに沼だよね。自分はダメだではなく、今は警戒モードが強い。人格じゃなくて状態として見るんだ。要するに脳に渡す作業指示書。呪いの巻物にしない。自分への説明を少し安全確認寄りにするんだね。ポジティブ詐欺じゃなくて安全確認の言葉にする。やり方は3つ。まず今の言葉を1つ見つける。次にその言葉が不安を増やしているか見る。最後に嘘じゃない範囲で安全確認の言葉に変える。いきなり前向きじゃなくてまず言葉の点検なんだ。第6章、悪用しない。説明は人を黙らせる道具じゃない。でもこの話悪用もできそうだよね。できる。だからここは絶対に釘を刺す。プラセボを人を黙らせる武器にしちゃダメ。思い込みでしょとか気にしすぎでしょっていうための知識じゃないんだ。症状を否定する話じゃない。症状を強める条件を減らす話。医療が必要なものは医療へ。そこは絶対に飛ばさない。セルフケアで様子を見られそうなことでも病院が必要なものは病院ってことだね。当然説明や文脈が大事だからといって検査や治療がいらないことにはならない。あとあなたの考え方が悪いにも使わない。それ言われたらかなりしんどい。しんどいし、事情聴取もしないで判決を下すなって話。概念は人を殴る道具じゃない。絡まった認知をほどくピンセット。特に誰かの痛みや不安に向かってそれプラセボでしょは雑すぎる。それはピンセットじゃなくて白衣のポケットからバールのようなものを出してる状態。白衣から出てくる道具じゃないでしょ。ピンセットならまだ道具として優しいね。最後にまとめです。プラセボは騙される弱さではなく文脈に反応する脳の仕様として見られる。ノセボは悪い人だから起きるのではなく、悪い予測が身体の警戒を強めることもある現象。ただしどちらも万能ではない。体感や行動と客観的な病変は分けて考える。症状を否定するんじゃなくて症状を強める説明や予測を見直すんだね。今日できる一手は自分に渡している説明を一文だけ変えること。どうせ続かないじゃなくて続くサイズまで小さくする。痛くなりそうじゃなくて安全範囲を探す実験をする。副作用が怖いじゃなくて何を確認したら検索を終わるか決める。信じる力じゃない。予測の扱い方。自分を騙すんじゃない。自分の脳に少し安全な説明を渡す。説明は薬にも毒にもなる。だから雑に飲ませない。いいまとめ。今回はこれで閉廷かな。最後で裁判に戻った。今回の動画が役に立ったら高評価やコメントで教えてください。あなたの脳内副作用ご朱印帳もよかったらコメントでこっそり供養してね。全部集めなくていいからね。集めたっていいことないからね。それじゃ今回はここまで。
最後まで見てくれてありがとう。また次回。またね。